ざいます。皆さんこんにちは。神楽井公演にさせていただきました橋本環奈です。本当今日雨ですごいこんなにたくさんの方が集まってくださってすごく嬉しいなと思います。今日はぜひ楽しんでってください。はい、皆様本日はお集まりいただきありがとうございます。沖田を演じさせていただきました吉田亮です。短い時間ですが最後まで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひね今日お二人に来ていただいたということで共闘シーンについてこれファンとしてはね裏エピソードを聞きたいなと思うんですが、そのアクションシーンなので、2人でやってる時も毎回こう電車のセットがあるんですよ。その電車のセットに階段があって結構急な階段をタタタってこう下がってきてベース行って監督とそのモニターチェックをするっていうのは毎度毎度シーンでやってて、もうずっとひたすらに自分がかっこいいっていうことを語ってたなっていう印象です。もうお決まりのパターンですね。お決まりのパターンですね。終わるたびにバーン、これでも最初に小栗さんから始まったんですよ。ワンの時に小栗さんがめちゃめちゃかっこよくてもう最高に決まったっていう時だけみんなに「どうだった?」っていう風に聞きに来るっていうでなんかもうみんなが「うわもうすごい良かったですよ」って言ったら「あそう」っていうのが決まりであったので、なんかもうすごいそれをずっとやってましたね。それは吉沢さんも引き継いでやってましたね。やってらっしゃる。どんな感じで、どうって聞いてたんですか小栗さん。大丈夫大丈夫だったいけてました俺、はい、あ、大丈夫ですか、ありがとうございますみたいな感じで、もう環奈ちゃんもやってましたからね。それをやってましたね。はい、みんなやってました。お決まりだったんですね。やってました。いやでもそれぐらいねやっぱり確認してもいいぐらいかっこいいシーンではありましたが、吉で沢さんも結構きついんですよね、アクションシーンとかみんなもちろん、ね、きついだからなんかかっこいいって言ってほしいみたいなところは、ね、言ってもらわないとちょっと精神がね安定しないっていうのは。いや精神は安定してるんですけど頑張ったよって言ってほしいって感じだったそうですね、あのそれシーンはねはちょっと欲しがっちゃいましたね。ねえ、いやでも大変だったんじゃないかなと思います大変でしたが、吉沢さんはでもやっぱりあそこのシーンは本当にその神楽とのタイミングをバッチリ合わせなきゃいけなかったので、それがやっぱ一番大変でしたね。なんかすごい遠くの方で戦ってるように見えて全部手が決められてるもので、タイミングが合ってないとこうお互いが敵を飛ばしてバシャって切ったりとか、タイミングが全く合わなくなっちゃうんで、それがやっぱりすごい一番難しかったかなっていう。続きましてこのようなトークコーナーをご用意させていただきました。題して「私僕の兄貴自慢コーナー」イエイ。お二人それぞれの小栗さん、柳楽さんのとっておきの兄貴自慢エピソードをお聞かせいただきたいなと思うんですけれども、はい、橋本さん。そうですね、なんだろう、本当に撮影期間中もそうですけど撮影が終わってからもその小栗さんのファミリーと須田君と私一緒にこうお買い物しに行くとかいうのも結構あって、それこそ私と須田君がクランクアップした次の日にみんなで銀座に銀ブラって言って買い物に行ったんですよ。だいぶ過ぎてるんですけど3月終わってたんでだいぶ過ぎてるけど、私と須田くんの誕生日プレゼントを買ってくれたんですよ。何をいただいたんですか2人ともバッグをいただきまして、もうなんか巷では本当に私家電も小栗さんに買っていただいて本当にね、もうあれをまさかテレビでね言うことになるとは思ってなかったんですけど、本当にでも本当に小栗さんって全員になんですよ。なんかその撮影が終わってからも戸塚くんにも、なんだっけな、ソファーとか買ってなかったっけ、買ってなんかソファーを一緒に見に行ったっていう LINE が来て、俺何も買ってもらってないけど。あれ本はい、当？マジですか？でもなんかこうその家電もワンの時にすごい新しく一人暮らし始めますっていうことで、その一人暮らし始めた時じゃあみんなで新居祝いをプレゼントするよっていうその現場だけのノリの話かなって思ってたんですよ。すごいその時にその場楽しくてありがとうございますとか言ってたんですけど、本当に買ってくれるって思わないじゃないですか。本当に買ってくれたんですよね。だから本当にもうありがたいなと思いつつ、なんかしかも休みの日までなんか私たちと一緒に遊んでもらって申し訳なくありがたいなと思いながら、本当に家族みたいな感じでご飯もたくさん行きますし。クラ
ランクアップしても一緒にいたんですね。そうですね、最近も小栗さん家でなんかワールドカップを見るっていうのがあったりとかしましたね。ね、吉澤さんは小栗さんから何もいただいてないということ何もいでしたがただいてないです。何が欲しいですか？何買ってもらおうかな。ベッドかな。だいぶベッドを買っていただきます。マスコミの方に書いていただいてね、はいそれを通してやんわり伝えていただこうかなと思いますが、洗濯機でもか。こちらでも OK という、結構はい、いい洗濯機です。いいやつを、はい。メーカーの指定は後ほど、はい、お願いします吉田さんは柳楽さんはいかがですか？そのカンナちゃんの濃い話を聞いた後だとね、そんなにいいエピソードないんだよな、別に。そんなこといやでも2人人で飲み行ったりとかしてすごい熱く夢の話を語りましたけどね。それはもう2人きりで行くんですか？ 2人で行きました。その時は2人で行って「りょうくんの世代どうなの?」みたいな「いやでも柳楽さんの世代いいじゃないですか」みたいな話をしてたりとか、また基本的にどういう女の子がタイプかみたいな、そっちなんですね。はい、話を結構してたりとか、演技論の方に行くかと思いきや、そうですね、女の子の話に行くんですね。女の子の話はやっぱしちゃいますね。もうじゃあ結構長い時間おずっと酒をそんな話ばっかりして飲んでやってました。はい。兄貴だなと思うところってありますか？兄貴だなって思うところ、兄貴だなって思うところあるかな。ある？なんか柳楽さんの。柳楽さんきっと見てると思いますよ、このニュース。多分吉田さんに言ってほしいと思う。でもなんかすごく優しい人だなって思ったのは、確かになんだろう、柳楽さんがなんかのインタビューで吉沢亮の沖田がハマりすぎてムカつくみたいなことを言ったらしくてそれがなんか見出しみたいになってたんです、なんかニュースの。でなんかムカつくっていうところがピックアップされてってでそれを柳楽さんが僕のところに来て「本当に申し訳ない」みたいな、そういうつもりで言ったんじゃないんだけどやっぱりそこがピックアップされちゃって「本当ごめんね」っていうのをわざわざ僕に言ってくださって「いや全然そんな、むしろありがとうございます」みたいな感じですごい優しい方だなと思いましたけどね。気遣いの方なんですね。今日もきっとこれご覧になるでしょうね、ニュースね。いやもう本当に、なってたら気にしてくださるんじゃないでしょうか。はい。ちょっとお時間の方が来てしまいましたので、最後にお二人からご挨拶を頂戴したいと思います。吉澤さんからよろしいでしょうか。はい、そうですね。もう本当にたくさんの方に見ていただいているということで、本当にこれから、夏休みはもう終わりましたけど、まだまだこの銀魂の暑い夏は続くぞっていうことで、本当に周りの方にも勧めていただいたりとか、今後もこの銀魂と一緒に盛り上がってくださったら嬉しいなと思っております。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。なんか1もヒットしたら銀魂2がありますって言ってたように、その2もたくさんの方に見ていただいたら3もあるんじゃないかなと思うので、私の頭皮は結構やばくなるなとは思うんですけど、でもぜひとも3でまた新しい話もやりたいなと思うので、ぜひまだもう見たよって方もぜひ友達を誘って、見てない方とか周りにいたらたくさん広めていただけたらなと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。